こんにちは、ミッキーです。今回はピカソ meets ポール・スミス16セクション徹底攻略としてお届けします。世界有数のピカソコレクションが18年ぶりに日本へ上陸。今回の展示はただの美術展ではありません。20世紀を代表する芸術家パブロ・ピカソと英国出身の世界的ファッションデザイナーでありますポール・スミス。この2人のアーティストの時を経た出会いによって生まれたかつてない展覧会です。2023年にパリ国立ピカソ美術館で開催されたピカソ没後50周年記念の特別展。そんなパリで20万人以上来場した大規模回顧展を元にした東京六本木の展示。ぜひこの貴重な機会にご体験ください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。さて、今回の会場は六本木になります国立新美術館。会期は2026年9月21日まで約3ヶ月と限られた期間であるんですけれども、ぜひとも体験してみてほしいです。ポール・スミス考案の特別なレイアウト、遊び心あふれる豊かな色彩や伝統的なクラフトマンシップとモダンな感性を融合させるデザインで知られるポール・スミス。彼自身がピカソの作品からインスピレーションを得てアートディレクションを担当。自由な発想で作り上げられた空間は色鮮やかで楽しい驚きに満ちています。約80点の名作を緩やかな時系列で、パリ国立ピカソ美術館が所蔵する貴重なコレクションが集結しています。さて、ここからは順を追ってご紹介。まずはトロンプ・レスプリ、精神を欺くもの。自転車のサドルとハンドルという既製品を組み合わせ、牛の頭部を形作ったピカソの有名作品。そんな作品に着想を得て、なんといくつもの自転車のサドルを用いたユニークな部屋のレイアウトを考案しています。続いては防具の中の芸術家。子供の頃から雑誌や漫画を愛読し、書物や小説のページに人物像を直に書き込んでいたピカソ。1951年の雑誌ボーグパリでもその手法が使われました。ウェディングドレスをまとう女性の写真の上にいくつもの線が加えられ、その姿が不条理かつ歪なものへと変貌を遂げている様子に注目です。このセクションではピカソが既存のイメージをいかにハッキングし、自分自身の芸術に取り込んでいったかがわかります。美しいファッションモデルの顔や洋服、そんな完成された芸術がピカソの迷いのない太い線によってまるでキュビズムの仮面をかぶったかのように上書きされている過程は破壊的でありながらユーモアに満ちています。キュビズムというのは立体派と呼ばれます20世紀初頭にピカソとジョルジュ・ブラックによって創始された革新的な美術運動。人物や風景を円柱や球、円錐などの単純な図形や立体に還元して描いています。完成された完璧な写真に対してあえてボールペンやインクで直接落書きをするような行為は、彼がどれほど自由な精神の持ち主であったかを雄弁に物語っています。ポール・スミスはこの部屋を雑誌のページをめくるようなポップでスタイリッシュな空間に仕上げています。壁面にはピカソが好んで用いたモチーフや鮮やかな色彩が大胆にコラージュされており、ファッションとアートが交差するような洗練された雰囲気が漂っています。続いては青の憂鬱。1901年から1904年にかけてピカソが青を基調とした絵画を数多く制作した青の時代。親友カサジマスの死を契機に始まったこの時代、ピカソは社会の最貧困層を深い青で描き、孤独や憂鬱を表現しています。貧しい生活の中で夜間にランプの下で制作された独自の様式へと変化していく憂鬱な雰囲気を体感できます。そしてガラッと変わって3つ目のセクションはバラ色の女性たち、アビノンの娘たちへの前奏曲です。1906年から1908年にかけて形態と空間の簡素化を追求し、キュビスムの基盤を築いた転換期。ピカソはイベリア美術やアフリカ彫刻に着想を得て、バラ色を基調として幾何学的で荒々しい新たな造形言語を模索しました。
視覚的革新を成し遂げた名作アビロンの娘たちの完成に至るまでの膨大な修作を中心に紹介するセクションです。ポール・スミスはこの部屋を温かみのあるピンク色の壁紙で包み込んでいます。続いてはキュビスムの実験室。先ほどご紹介しました対象を立方体のように単純化するキュビスムという新たな表現の取り組み。ピカソはテーブル、グラス、新聞、楽器などの日用品を最初の主題に選んでいます。限られた色彩で抽象的に描かれており、一見すると主題の識別が難しい画面の中にも物や装飾、身体など必ず手がかりとなる細部が取り込まれています。ポール・スミスはこの実験的なセクションにおいて壁一面を未加工の茶色のクラフト紙で隙間なく覆っていました。さて、キュビスムの実験室から次のセクションへ向かっていく途中にはご覧のような印象的な空間も広がっています。こちらは第7セクションの子供時代の様子。また後で詳しくご紹介するんですけども、第4セクションから第7セクションに移動するまでの間にも空間ごと工夫されているのがこの展覧会の印象的なパート。ぜひ様々な工夫を凝らしつつ写真に収めてみてほしいです。第5セクションはアッサンブラージュとコラージュ。芸術は忠実に現実を再現するものという規範に対抗し、木や大理石に似た壁紙をキャンバスに貼り付けるコラージュによって現実の断片を直接作品に取り込みました。このアイデアは2次元にとどまらず、スプーンや自転車のサドルなどの日用品を使って3次元へと広がった表現、アッサンブラージュへ進化していきます。展示室ではこうした立体作品がまるでフォトスタジオのセットのような遊び心あふれる空間に配置されています。ポール・スミスはピカソが身近なガラクタから魔法のようにアートを生み出したプロセスを現代的なディスプレイの感覚で再解釈しています。2人のクリエイターに共通する物の見方のヒントがこの部屋の至るところに散りばめられています。続いてセクション6は古典主義の画家。1910年代末から1920年代初頭にかけて芸術界で起こった具象表現や古典的主題を復活させる秩序への回帰の風潮。ピカソも極めて古典主義的な方法で人物像を油彩とデッサンで描いています。新しい家族となった妻でロシアのダンサーであったオルガ・コクローバや息子のパウロがモデルにも選ばれています。そしてそんなパウロが登場するのは第7セクションの子供時代でも同様。今映していますのは息子パウロがアルルカンに扮した作品。アルルカンというのは道化師のこと。ポール・スミスはこのセクションをアルルカンの衣装を模した幾何学模様の壁紙で埋め尽くしています。さらに先ほどご紹介しました遠くに子供の絵が見えるような覗き窓のような仕掛けも印象的。鑑賞者が子供に戻って宝探しをするようなワクワク感も演出しています。またこちらは娘マヤを描いた作品。そんな家族を通してピカソの創作世界を覗くことができます。続いてセクション8は闘牛。生涯を通して闘牛を重要なテーマとし、その力強さに焦点を当て続けたピカソ。1930年代には王子が馬や闘牛種を襲う激しく悲劇的な瞬間を好んで描き、闘牛場を生と死、あるいは生と死が交錯する象徴的な劇場として表現しています。一方で戦後に制作された版画の連作ラ・タウロマキアでは軽快な筆遣いで闘牛の儀式の躍動感や祝祭性を巧みに捉えています。この情熱的で残酷なテーマをより強調するため、ポール・スミスは空間全体を光沢のあるブラッドレッド、すなわち血のような深い赤色の壁で包み込んでいます。強烈でドラマチックな色彩に包まれることで、鑑賞者はピカソが闘牛場に見つめていた生と死が激しく交錯するエネルギーをより生々しく体験することができそうです。続いてはストライプ。ポール・スミスの代名詞でありますマルチストライプとピカソの描くストライプが呼応し合う本展で最も印象的なセクションです。展示会のフライヤーにもなっていますこのストライプのエリア。1930年代にピカソが描いていたストライプ模様を実験的に用い、愛する女性たちを表現する、そんな様子を垣間見ることができます。柔らかな曲線とパステル調の色彩で官能性と安らぎを表現した
マリー・テレーズ・バルテルや鋭角的な暖色で強い存在感を示したドラマールにご注目ください。さて、そんなストライプから一転、セクション10は戦時中。スペイン内戦から第二次世界大戦にかけて、ファシズムや抑圧への抵抗を続けたピカソ。以前にスペイン編の動画でゲルニカの様子もご紹介してるんですけども、そんなゲルニカは蛮行に対する告発の象徴。ナチス占領下のパリという不安と窮乏の中で、彼は死や飢えを暗示する作品を制作しています。続いてのセクションは一点物。1940年代後半、南仏のバロリスに定住したピカソは陶芸に没頭します。主にマドゥラ工房で制作された数千点にも及ぶ作品、水差しやお皿に様々なモチーフでユーモアあふれる方法で作品に落とし込んでいます。続いてセクション12は草上の昼食。草上の昼食というタイトルはマネの作品。そんなマネの有名な作品を再解釈したのがこちらのコンテンツ。27点の絵画や約140点のデッサンを含むこの連作において古典的な構図を解体し、人物の配置やポーズを大胆に変容。絵画の平面性と装飾性を追求しています。このセクションにおいては床自体にも工夫がされており、足音がしないような草上をイメージしたカーペットを敷いているのも特徴的。ぜひそんな細部へのこだわりも感じてほしいです。続いてはピカソのボーダーシャツ。戦後の報道写真の交流やテレビの登場によって本格的に定着した白髪の薄い頭でボーダーシャツを着た男性というイメージのピカソ。そんなメディアが形作ったピカソ像に迫るセクション。天井から無数のボーダーシャツがずらりと吊り下げられ、空間全体を埋め尽くす圧巻のインスタレーションとなっています。このイメージを決定的なものとした写真家ロベール・ドアーノによりますポートレートは、ピカソが南仏のカンヌやバロリスで陶芸に熱中していた頃に撮影されました。ファッションデザイナーポール・スミスならではのウィットに富んだこの演出をぜひご体験ください。続いては晩年。1961年以降、南仏ムージャンで過ごしながら精力的に絵画や版画の制作を続けた最晩年のピカソ。最晩年になっても衰えを見せない圧倒的な技量を見せつけ、これらの絵画は新世代の画家たちにも大きな影響を与えています。以前よりも腕の動きが自由になり、人物像を好んで主題に取り上げている、そんな晩年のピカソ像を体験してほしいです。そして最後、15セクションは展覧会のピカソ。1901年のパリでの初個展から晩年1970年の大規模な個展に至るまで、ピカソのキャリアにおいて数々の展覧会は彼の名声を世界的なものにする重要な役割を果たしています。街中に掲げられた展覧会ポスターは芸術活動を大衆へ開放する役割を担っていました。ポール・スミスはこのポスターの集積に着想を得て、ピカソの膨大なエネルギーを象徴する特別な展示空間を作り上げています。そんな彼の芸術が大衆へと広がったエネルギーを視覚的に体験できるような空間になっていました。そして最後はグッズ販売のご紹介。今回ポール・スミスというファッションブランドとコラボしていることもありまして、グッズにもとてもこだわりが詰まっています。今回一部だけ写真でご紹介しているんですけども、ぜひとも実際に足を運んでみて気になったものがあれば購入してほしいです。会期は9月までありますけれども、おそらく人気グッズに関しましては即刻完売してしまいそうな印象だったので、なるべく早くこのグッズだけでも確認してほしいなと思っています。私は今回この展示にてロゴキャンパス等々を入手。このサイズ感も相まってとてもおしゃれな雰囲気になっていました。こちらは国立新美術館の夜の様子。毎週金曜日と土曜日は夜8時まで開館していますので、お仕事がある方もその時間であれば訪問できそうです。さて、ここからはアフタートーク。あなたはどんなコラボにテンションが上がるというテーマです。今回は芸術家ピカソとファッションデザイナーポール・スミスの異色のコラボ。普段の美術展とはまた違った空気感でとても楽しかったです。こんな形で最近は様々なコラボレーションを体験できることが多く、個人的にも楽しんでいます。例えば以前の新店舗特集でご紹介したようなメルセデス・ベンツとアイムドーナツのコラボレーションもとても魅力的でした。加えてプラダを着た悪魔がメルセデス・ベンツとコラボしていたり、最近だとポケットモンスターが30周年ということもありまして、様々な企業とコラボしている印象もあります。
特に野球などのスポーツでは様々なキャラクターとのコラボもあって、そのグッズ同士の共演も印象的です。もちろん皆さんも様々なシチュエーションでコラボレーションを見ることがあるかと思うんですけども、私も追い切れていませんので、このコラボレーションとても良かったよといったことがありましたら、ぜひコメント欄の方で教えてほしいです。この動画がいいと思いましたら、チャンネル登録といいねよろしくお願いします。また、インスタグラムでは最新の情報をお届けしていますので、そちらのチェックもお願いします。また、本チャンネルではメンバーシップもやっています。これまでに巡ったカフェの情報が簡単に探せる会員限定サイトだったりとか、制作の裏側、また新施設情報、新店舗情報、これからの気になる情報などもお届けしていきますので、よかったら参加してみてください。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。